アサラムアライクム。皆さんこんにちは。 Welcome back to my channel。 今日はこれからバングラディッシュに旅行に行かれる方や住まれる方のためにバングラディッシュでよくあること、日本語で言うバングラあるあるを16個紹介したいと思います。ちょっと16個でもだいぶ絞ったんですけれども、中途半端ですが16個紹介していきます。私はいくつかの東南アジアの国に住んだ経験がありますが、南アジアに住んだことがありませんでした。また仏教国がほとんどだったので、イスラム教国に住んだのはこのバングラディッシュが初めてでした。そのため初めは慣れないなって思うこともいくつかありました。でもだんだん住んでいくうちに面白いことやツッコミどころ満載の国だなと思って、とても楽しく今では生活しています。もちろんあくまで私の感じることをお伝えするので 100% こうだよっていうことではないということだけご理解お願いいたします。それでは早速行ってみましょう。まずはじめは1日5回のお祈り。バングラディッシュは国民の 85% がイスラム教徒です。中東諸国ほどイスラム色が強いわけではありませんが、憲法上イスラム教は国教とされているので、1日5回のお祈りが最寄りのモスクから拡声器で流れます。私が一番びっくりしたのもそこでした。特に初めの頃は日の出前に流れるお祈りで起きてしまうっていうことがよくありました。モスクから遠い家に住めばいいんじゃないかって思ったんですが、そういう場所は基本的にはあまり住宅街にはなく、どこでもお祈りが聞こえるようになっています。こんな感じです。地図で見ても分かるように点々とモスクがあるので、もう今では慣れたので大丈夫なんですが、これは慣れが必要だなと思います。2番目は勤労休みです。バングラディッシュでは土日休みではなく勤労休みです。なので花金ではなく花木です。金曜日がほとんどの人がお休みの日曜日みたいな感じで、土曜日が出社する人もいる土曜日みたいな感覚です。金曜日はとても大切なお祈りの日なので、ほとんどの方がお祈りマットを持ってモスクに行きます。全員が入るわけではないので、道路にもはみ出てお祈りをします。この午後の一番大事な時間のお祈りの後に大体のお店がオープンするといった感じです。3つ目はお酒が飲めない豚肉が食べられないということです。これは最初に説明した通り、イスラム教国というのがその理由です。街中のお店にも豚やお酒売ってるところはあるんですけれども、ちょっと高いので毎日使いのために買うことは私はできません。なのでバングラディッシュに住んでる間は豚肉はごく稀に食べるくらいです。お酒は近い国などから買ってきたものをこのようにストックして家で飲んでいることが多いです。バングラディッシュには輸出用に作られたハンターというビールがあるんですけれども、それも330ml で1本300円から600円ぐらいするので、ビール党の私は絶賛ダイエット中です。4つ目は静かな時間が少ないということです。これは私の動画をご覧いただいている方はご存知かと思いますが、常にクラクションがプップーとなったりしています。街中にいるとこんな感じですね。それに伴って話し声もとても大きいです。世界で最も人口密度が高いと言われている国なので当たり前ですよね。あとは日本だと夜6時以降は工事をしないとか、そういう常識的なルールがあると思うんですけれども、ここだと結構夜中まで工事音とか、もちろんクラクションとかも鳴っています。これも初めはびっくりしましたが、慣れるので心配しなくて大丈夫です。こういうクラクションを鳴らしてはいけないという標識がある場所も最近は結構増えてきているので、そういうエリアにホテルを取ったり住むのもおすすめです。5つ目は力車は市民の足です。乗り物動画の時も紹介しているんですけれども、力車は本当に安いので炎天下の中歩くのが大変なので、皆さん気軽に乗っています。もちろん私も外出する時ほとんど力車に乗っています。ただこちらの洪水の時の動画でも出てきたと思うんですけれども、洪水の時に力車に乗るとこんな感じになります。
このようにアトラクションのような感じにはなります。続きは概要欄に貼っているので、よかったらそちらの動画もご覧ください。あと雨が降っている時はこんな感じで膝にかける用のビニールを貸してくれる人がほとんどです。ちなみに力車マンはレインコートならぬレインキャップビニール袋をかぶっている人も多いです。ぜひバングラデシュにいらした際は旅の思い出に体験してみてください。はい、6番目です。雨は友達ということで、まずこちらの動画をご覧ください。こんな感じで雨をもろともせず外で遊んでいたり、普通に街を歩いている子もよく見ます。そもそも傘を差す文化があまり少ないのかなと思います。傘をバングラディッシュで買おうと思うと、スーパーとかで普通の長傘が1000円ぐらいはするので、とても高級品なんだなと感じました。雨季の雨はバーッと降って割とすぐ止んでくれるので、確かに濡れたら洗えばいいし、洗濯物はすぐ乾くので、そもそも濡れることはあまり気にしないのかななんて思いました。この雨が降る前の暴風の時も飛んでいるビニールをわーって追いかけたりして遊んでいる子たちも結構いたので、一種のアトラクションみたいな雰囲気さえ感じました。7つ目はゴーストバスターズがいるです。本当に初めて見た時は火事の消火作業をしているのかと思ったんですけれども、違いました。彼らはゴーストバスターズことモスキートバスターズです。これは蚊を駆除してくれています。国から雇われている方がほとんどらしいのですが、このように蚊よけの煙を家とか道路などに撒いて隅々まできれいにしてくれています。この煙は蚊取り線香から出る煙のすごく強いバージョンみたいな感じです。彼らは不定期に回ってくるのですが、本当に匂いが咳込むくらい強いので、来たらすぐ気づきます。彼らがどこにいるか分かれば避けることもできるのですが、力車に乗っているとこうなります。本当に彼らがいると蚊に刺されず、国を挙げて問題視しているデング熱も防げるので、モスキートバスターズ様々です。8つ目です。8つ目は家がカラオケということです。バングラディッシュにはカラオケ屋さんというものがないので、基本的にお家にカラオケがある日本人が多いです。カラオケがあるといっても Nintendo Switch や Wii などのカラオケソフトを使っているっていう感じです。結構皆さん持ってこられている印象で、私もお家にあるんですけれども、もう一人で何時間も歌っているっていうことがよくあります。そもそもそんなに爆音でやるわけでもないので、もともといろんな音の大きいバングラでは特に近所迷惑みたいなことはないと思います。住まれる方はぜひ娯楽としてカラオケを持ってくることをおすすめします。9つ目は動物が優先ということで、バングラディッシュにはいろいろなところにいろいろな動物がいます。こちらの動画でも紹介したように、市場なんかには特に多いです。あと普通の道でも牛さんがお散歩していることもよくあるので、車は牛さんを避けて通ったりしています。たまにゾウさんを見かけることもあります。日本では見ない光景なので、バングラディッシュにいらした際はぜひ何種類の生き物に会えるか挑戦してみてください。10個目、バングラ人はせっかちさんということです。かなりせっかちな方が多いです。私が一番びっくりしたのはタクシーで遠回りをされたということです。それも1回ではなく何度か経験があります。理由としては並ぶということが嫌いで待てないですし、遠回りだけどその方が空いてるということのようです。確かにバングラディッシュの渋滞は何分もひどくて何時間も動かないっていうことが日常茶飯事なんですけれども、結果的にこの最短ルートを待った方が早かったなみたいなこともよくあります。あとはこのようにせっかちさんのために道路で喧嘩している場面も本当によく見ます。我先にということが多く、お互い譲らないので車や力車がぶつかって口論になったりとかしています。ほぼ毎日くらい見る光景なので、あらかじめせっかちさんなんだなということを頭に入れておくとスムーズにコミュニケーション取れるんじゃないかなと思ったのでシェアしております。
11番目は甘いか辛いかカレー味ということで、甘さについては以前ベンガル人のお友達を家に呼んでハンバーグを出したところ、第一声がこれ甘いねでした。確かにケチャップの甘さとか少し入れておいたお砂糖の甘さがあると思うんですけれども、ベンガル人にとってはこれは甘いお菓子みたいな感覚の食べ物という感想でした。確かに街中に売っているお菓子やローカルカフェのケーキなども基本的にとっても甘いものが多いです。あとは基本的にスパイスに漬け込んであるものが多いので辛いと感じるものが多いです。例えば世界的チェーンの KFC の一番スタンダードなチキンでさえもちょっと辛いです。日本でいうオリジナルチキンにあたると思います。多分イスラム教国ですし、お肉を漬け込むものがお酒ではなくスパイスとかそういうもので匂いとか生臭さを消すのでフレーバーがついているんだなと思いました。あとは炉端で買うものやレストランで食べるご飯などほとんどが日本人の私にとってはカレー味と感じます。こっちではマサラのフレーバーとかいろいろなスパイスの種類で区別があると思うんですけれども、私にとっては全部カレー味の一言でまとまるなぁと思います。私は辛いものが得意なのでまだまだこれからいろんなフレーバーを食べて勉強したいと思います。ちなみに今流れているチャパティ屋さんはモーニングタイムだけやっているお店が多いみたいなのですが、焼きたてチャパティとカレーが食べられて本当に美味しいのでおすすめです。いろんなところにあるのでぜひ早起きしてトライしてみてください。12番目は季節のフルーツはお裾分けです。バングラディッシュは年中暖かいイメージがあるかもしれないんですけれども、一応肌寒い時期もあります。寒いといっても日本の多分秋ぐらいなんですけど、一応季節があるので旬のフルーツというものができます。マンゴーの時期だったりライチの時期などがあり、私が前に住んでいた家では上の階の方が実家でライチが取れたからどうぞということでピンポンして持ってきてくれたりしました。あとはマンゴーの種類とか20種類ぐらいバングラディッシュではあるようで、今年はうちはこれを育てたから美味しいしどうぞと言って渡してくれたということもあります。そういう時期は街中ではそのフルーツはとても安く売っているので私もこぞって買い込みます。冷凍したりジュースにして飲んだりとても贅沢な使い方をしています。フルーツはとても美味しいのでぜひバングラディッシュを訪れた際はその時期の旬のものを買ってみてください。13個目はタバコは1本売り手作りもタダということです。街中でタバコを1本売りしている屋台や歩き売りをよく見かけます。屋台や歩き売りの場合はライターがどこかしらに紐で吊るされていたりくっついているので、ベンガル人は1本買ってそこで火をつけてその辺で立って一服しているっていう光景をよく見ます。もう片方の手には紅茶なども持ってお茶している姿をよく見ます。紙タバコの文化もあるので手作りの紙タバコ屋台もいろんなところにあります。今ずっと流れていたショッピングモールに入っているような高級紙タバコ屋さんがあったり、このような路面に出ているローカル紙タバコ屋さんもあります。こんな感じで中に入れるものを自分でリクエストして買うようです。14番目はプロテインは天然物でということです。以前出したこちらのショート動画の通りゆで卵屋さんの屋台がよくあります。ここでおやつがてら一つ食べてタンパク質補給みたいな感じのようです。殻むきに関しては本当にプロだなという剥き方をしてくれているのでぜひこちらのショート動画ご覧になっていない方はご覧ください。15番目は超ハマるボードゲームキャロムです。これは本当に私もハマりました。ハマりすぎて家庭用の小さめなキャロムのボードを自分で買ったぐらいです。キャロムは基本的には2人か2チーム4人でプレイします。フィンガービリヤードとも言われていてデコピンの要領で四隅に自分の玉を入れるゲームです。娯楽的な遊びとして始まったようですが今では世界大会などもあるぐらい真剣にスポーツとしてやっている方も結構いるそうです。街中にポッと置いてあったりするので見つけたらぜひ周りの人に聞いてやってみてください。ついに最後です。16番目は親切が過ぎるベンガル人ということで本当にバングラディッシュの方は皆さん親切な方がほとんどです。親切すぎるという点では私が街中で道に迷った時一人に聞くとたくさんの方が集まってきてくれてあっちだこっちだと教えてくれます。
これは私のお友達から聞いた話なんですけれども、ある人が街中でちょっと危ない目にあった時に、それを見ていたベンガル人たちがその悪いことをした人を袋叩きにしてくれたそうです。紹介した通り、人口密度が高い国なので、誰かしらの目には触れていて、誰かしらが助けてくれるということがよくあるそうです。とても正義感が強くて優しい方が多いので、比較的安心して過ごせるなと思っています。この動画のようにサッカー観戦をしていると、サッカーよりも私が珍しくて90分間見られているということもよくあります。こちらの動画は私がマンゴーをちょっと買っているだけなのに、たくさんの人に見守られているというところです。外国人が珍しいっていうのはあると思いますが、親日の国ということもありますし、皆さんとても優しく接してくれるので、私は楽しく生活できています。はい、バングラディッシュあるある以上で16個紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。少しでもバングラディッシュ楽しそうだなとか言って、ぜひ実際見てみたいなって思う方がいらっしゃれば、私もとても嬉しいです。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったよという方はグッドボタンで教えてください。合わせてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。Napanood kayo ang video de Kara John Noron Bad. Ipon purpoti de ang video de apart de kahope. ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。Thank you for watching and see you in the next video.